まあモヒカンのレザーチャンネルもですよ、はい。200回を超え足掛け3年ですか。そうですね。そうでしょ。はい。もう一回原点に立ち直ってもいいんじゃないか。なるほど。立ち返ってね。ほうほうほう。そうで、原点とは革ジャンっていうのはね、どの革ジャンを着るかうんっていうのと、どのサイズを着るか、はい。この2つがバチッとあった時にかっこいいわけ。なるほど。で、どの革ジャンを着るかっていうのは今までいろいろ紹介してきましたね。なんだけど、もう一回原点に帰る。はい。サイズ感。サイズ感で。どのサイズを着るか。今回はですよ、渋谷にあるショットグランドストア東京さんにご協力をいただき、はい。そのまたサイズ感を、ね、すげえ、3年前にもやりましたね、ここで。第1回目？あ、違う。2回目、3回目ぐらいですか。ほんと初期。そう。なんで、ちょっとそれからもね、時間も経ってるっていうことなんで、もう一回改めて、ここで、皆さんに革ジャンのサイズ感を教えます。前回のね、サイズ感の時もワンスターでやったじゃん。やりましたね。もう今回もワンスターでやりますよ。それはなんでかっていうと、ショットのお店ってね、主要都市に結構ちゃんとあるんですよ。だからどんな地方にいる方でも比較的ワンスターに触れる機会が触れやすい。なるほど。ね。なんでもうワンスターって言えばですよ、もうダブルライダース、ライダース革ジャンの代名詞。なので、標準値なんですね。なるほど。グリーン値です。なんでこれを体に覚え込ませると、そうした時にまた違う革ジャン買った時に、あのワンスター俺にとってはジャストはこれだけど、それより大きいちっちゃいっていう判断がつくようになる。なるほど。ということで成功法に行きますよ今回は。成功法で。ね、オーバーサイズがどうとかピッタピタがどうとかっていうことじゃなくて、きちんと成功でいくんですが、その最初にね、言いたい、ジャストサイズって、その人にとってのジャストサイズってワンサイズだけじゃないんですよ。だいたい俺も384042が切れます。だからジャスト中ぐらいちょっとゆったり、だけど全部ジャストなんですよ見たら。その時の着心地とかもね、いろいろ自分の好みもあるんでしょうし、下に何を着るかとかっていうのもあるんで、ちょっとそういうのも考えながらちょっと見ていただければなと思います。ショットのド定番ですね。これ 613UST ワンスター。613という品番はワンスターなんですが、UST っていうトールモデルと US っていうちょっとボクシーなモデルがあるんですが、今売れ筋はこっちなんだって。なるほど。じゃあ標準、さっき言った標準としてはこれで覚えましょうっていう。そうです。でちょっと細身になってます。これはいわゆる US に比べてですよ。で今ね俺着てるのがこれサイズ38。だから T シャツでちょうどぐらい。今日ロン T なんですが、これ前閉まります。言うほどおかしいサイズ感ですね、やっぱり。タイトかなって思うぐらいだけど、別にっていう。だから本来音楽やってらっしゃる方とかはこのサイズ感で着る人が多いんじゃないですかね。これね36になると丈も短いし、俺にとってはもう超ちっちゃいチャイチになっちゃうんで、さすがになんで俺は38だから、38の革ジャンも結構持ってますよ。T シャツ1枚で半袖 T にふっとこう羽織ってっていうのはこれぐらいですかね。どう？全然変じゃないでしょ。全然変じゃない。逆にその下が太いズボンとかを合わせるんだったら、そのくらいでもバランス取れるかなっていう感じですね。ちょっとこうストレートデニムとかを合わせるんで、あと軍パンとか、そういうのだったらこれぐらい上をタイトにしていく。これはジャストです、正直言って。これが38です。これがサイズ40。最近の俺のお気に入りサイズ。そうですね。なんか小川さんこんな感じですね。そうだから前に別注で作った613 MOH とかも俺は40を着てるんですね。そうただ38が
30代までの俺だとしたら40過ぎてから、ね、弱い40を過ぎてからサイズ40を着るようになったかなっていう、感じだから、なんかゆったりしてますよ。そうですね、さっきのシャツのそう出方も変わるでしょ。もちょっとやっぱ、もうほとんど見えなくなってましたし。そうなんだけどさ、そんなに別にでかいっていう感じじゃないでしょ。これジャストじゃん。全然でかい感じはしない。なんでこう年齢によってもね結構あるわけよ。時代もありますし、時代もあるし、年齢もあるし、あと好み、自分の好みもどんどん変わっていくじゃん。同じ革ジャン好きなんだけどちょっと着こなしが変わっていくとか、まあそのなんつうのビザみたいな範囲内なんですよこれ。38もちょうどだけど40もいける。まあ38だったら普段パーって前開けちゃうし、まあ締めてもこんな感じなんで、中にちょっとスウェットとか着てもこれだったら大丈夫。ただ肩は合ってる。革ジャンって基本的に肩をはめるっていうイメージ。肩が合ってないと革ジャンってすげえ変なサイズ感に見えるんですね。なのでとりあえずみんな気にしてほしいのは、当然前が締まる締まらないはあるにしても肩、まずは肩だ。まずは肩で、ショットワンスターのいいところはエポレットがあるから、肩が合ってないとがぜん変これエポレットがなかったり、例えばラグランスリーブになると、そこまで肩を重要視しなくてもなんとなく合ってるような感じするんだけど、これライダース前とした肩は肩っていう、そう肩っていう感じなんで、ちょっと肩を意識してイナサイズ感選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。42、ちょっとさっきのと比べるとね、3840と比べると若干大きいかなっていう。そうっすね。ただ中にパーカー着たりするにはこのサイズがいいんですよ。だからバイク乗る方で中にちょっとあったかいものを着たいっていうとこれぐらい。これがね44になっちゃうと完全に肩合わなくなるんで上下になります。おなりみたいな感じになります。なんでまあ俺が限界かな、44。そうっすね。でもね、その辺じゃないし、なんかちょっとねヴィンテージっぽい感じがする。なんかわかります。ヴィンテージをちょっとこう着てる感じ、ような感じの雰囲気というか。でここの T シャツの出方見てもうほとんど出ないです。そうですね。丈がどんどん384042っていうことで、なんでバイク乗る方とかはちょっと大きめでもいいのかなって、防寒に着るならね。あとは着こなしですかね。 T シャツ1枚だったら俺40の方がいいかなと思うんだけど、中にちょっとパーカーとか羽織るんだったら絶対こっちの方が。そうっすよね。首周りもだいぶ空いてるはずですもんね。そうなの。パーカーとかいいでしょうね。そうだからこれが38から42が俺のレンジになる。これ当然ねシングルライダースとかでも雰囲気は変わるんだけど、基本的な考え方は全部一緒。肩ではめて着てみると。あとは例えばフロントが閉まる閉まんないで、そこのいい塩梅を見つけていくっていうのはあるんですが、普通の俺が175センチ70キロなんで、まあ中肉中背です。なんでそれだとこういう感じになるかなっていう、まずはこのサイズ感を体に覚え込ませるっていう感じでいければいいんじゃないかなと思います。これね、今俺40に来たじゃん。普通の 613UST、あれはステアハイドです。牛ですね。これも牛なんだけど、今度ネイキッドカウハイド516っていうモデルですね。これになると皮がすっげえ柔らかいんですよ。だから同じ42でもちょっと肩が落ちて、ちょっとまた雰囲気変わらない？ゆるってなった感じ。ゆるっとなるでしょ。こういう革ジャンってね、これパターン一緒なんですよ。なんだけど素材の皮が変わるだけで着心地も全然変わってくるわけ。だからそこが難しいところだし面白いところなんだけど、それで自分の探せよっていうふうにしか言えないんですけどね。同じ42でもこういうふうに柔らかい皮、例えばこれが羊になったりディアになってもまた全然こう落ち感があるから、牛とか馬とかよりは大きいサイズでもそんなに大きく見えない。例えばこれフロント開けますよ。こうやってペロンとこうゆるい感じで、ただそんなにビッグシルエットでもないでしょ。そうですね。肩はさっきよりやっぱり
なんだろうな、落ちてるっていうか、まあ馴染んでそうな感じはしますね。そう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 。さっきのはもうちょっとまあ硬いからっていうのもあるんでしょうけど、であとサイズ選びのポイント、ちょっとさそこにさ 613UST あるでしょ。これ普通のはい40ですけどいいですか。40でいいですよ。これ 613UST って中がナイロンキルティングなんですね。だから着心地もまあずっしりしてますよ。内張りがあるから。で例えばこれもうキュプラじゃないですか。もうほとんど何にもない。そうです。中綿もないですね。中綿ない。これだけでね同じサイズ感着てても全然雰囲気あるでしょ。雰囲気あるし、サイズ感って人から見られるサイズ感と自分が着た時のサイズ感っていうのがあるわけ。同じサイズを着てても内綿があるなしでちょっときつい、ちょっとゆったりっていう、なんていうの、そういう違いが出ちゃうわけ。なので皆さんが着てる革ジャンの内張りを見ていただいて、内張りが厚ければ厚いほどやっぱり窮屈には感じますよっていう。だけどそれは間違いのサイズ感ではなくてそういうもんだからっていう。例えばもう一個ありますね。 SJH、 これスペシャルジャパンホースって言われてるものなんですけども、この裏見て、かわいい。かわいいでしょ。ただぶっちゃけこれだとインナーとのね、自分で下に着てるものとの摩擦が生まれるから若干窮屈に感じる時もあります。それはネル生地ですか。ネル生地。なので滑りは良くないですよ。なるほど。ただまあ可愛いっていうのとちょっと高いと。あったかさ重視な。あったかさ重視。そういうのも含めて自分で一回やっぱ着てもらわないと、で心地よくないとね、着なくなっちゃうでしょ。要は。確かに。そうですね。だから例えばこの516と同じサイズ感をやったら相当こっちの方が窮屈に感じますよ。ただちょっとこれね、パターンが違うんでちょっと大きさ違う。だから難しいんですけど、皆さんは 613UST でサイズ感を選んでもらいたいんですけども、ショットは面白いことっていろんな派生形がある。それもワンスターだし、ワンスターです。今小川さん着てるのもワンスターだし、ワンスターです。さっき着てたのもワンスターです。だから516と613、さっきまでずっと着てたやつはパターン一緒なんですが、これは若干パターンが違うと。パターン違いっていうのもじゃあワンスターにはちょっとこれは大きいみたいです。ちょっと着てみますよ。ぜひ。これ40ですね。着てみます。小川間違えておりましてですねSJH っていうふうに言ったら今変わったって品番が。これ 668US。 668US。はい。で 613UST、いわゆるなワンスターに比べて若干大きく UST に比べて若干大きくなってる。ただトールではらしいんですけど、着た感じ身幅がちょっと広い。いいですよ。でもこの革だから通称 SJH スペシャルジャパンホース。日本製の革、馬革であることは変わらないけど、だけどもう品番は 668US。 皆さんお間違いないように。普段俺が着てる40とあんま変わんないけど若干身幅が広いかな。そうっすね。なんかさっきの42のネイキッドカーハイドとシルエットはなんか近そうなゆとりはあり、42ぐらいのゆとり感がここから見るとありますね。そうなんでまあちょっとね話は横道にそれましたが、いろいろなワンスターもある。ただサイズ感を見るんだったらどこのお店にもきっちりラインナップされてる、おそらくサイズレンジもきちんと揃ってる 613UST で体に思い込ませればそんなに大きな外れはないかなと思います。これがだから 668US です。 US。 ワンスターっていろんな種類があるって言ってたでしょ。これが 613US。 613US。一番最初のは UST。 あれはトールですね。ちょっとタイトになっててちょっと着丈が伸びてる UST。 これはもうちょっとオリジナルに近いっていうのかな。もともとの元祖に近い。なんでちょっとボックスシルエットになってるの分かります？丈が短くてちょっと身幅がある。これでサイズ40ですよ。さっきの40とはだいぶ違いますね。ちょっと腕回りもゆとりがあるような感じがする。もうそこから違うんですね。なんでパターンが違うんだけど短くなっただけではなくて、ただちょっとヴィンテージっぽいというかクラシカルな感じしない？そうですね。
まあまあこれは好みでね、ただ肩幅とかはそんなに変わってる感じしませんよ。なんだけどちょっとやっぱ身幅とかがあるからゆったりはしてる感じ。40でも同じ40でもね。じゃあ38でもいいかもしれないですね。38でもいいかもしれないですね。ただそうすると今度丈がどんどん短くなってるから。なるほど。だって38だったら T の方がいいかな。UST の方が。っていうそのやりくりをしてやりくりをしていく。だけどちょっとクラシカルな感じでインしてパンツインしてインナーをっていう人は俺 T シャツをバッて出すことが多いんで丈感はちょっと欲しいとこなんだけど、まあこっちの方がクラシカルな着こなしには合ってるのかな。そうですね。まあ面白いな。深いねやっぱり。深いですね。まあサイズ感を勉強しながらもう一回俺もワンスターのおさらいができたという。で皆さんもねちょっと本当に主要都市にはショットってあるんでストアがね、だからそこで行ってみていろいろとこうアドバイスもらったり革質を触ってみたり、いろんな革質のものもあるんでちょっとそういうので自分だけのねサイズ感を開拓してもらいたいなと思います。革ジャンはサイズ感だぜ。最後覚えといて。なんでね、いやいやちょっといろいろ楽しかったですよ。俺もいろいろ試着できて。なんでね今日の動画はこの辺でということでまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録高評価ボタンよろしく頼むぜ。